皆さんこんにちは、キスケです。本日は PVP を回りながらちょろちょろっと雑談していこうかなと、思うんですけども、まあそうね、何を喋っていこうかなって思うんやけど、そのフェスティバル終わりのことに関してちょっと喋っていきたいなって思ってるんですよね。危ないな。即圧入る。これバニシング回復しちゃおうか。 OK。 今開催しているフェスティバルのガシャってあの悟空ベジータのガシャが確か18日で、ゴジータのガシャが確か5日あたりに終わるんですよね。まあフェスティバル前半で開催されたガシャよりゴジータの方が早く終わっちゃうと。まあここは別に重要じゃなくて、まあなんでなんかなっていうのは正直あるんやけど、まあここは別に今回の話の内容とは話の内容的には重要ではないんやけど、そのフェスティバルが終わった後の新キャラクターに関するお話です。はい。まあ何が来るのかっていう予想とかそういうお話ではなくて、前回のフェスティバル終わりフェスティバル終わりに実装されたキャラクターって皆さん何か知ってます？まあ、知ってる人は知ってるとは思うんやけど、そう赤腕ご飯なんですよ。フェスティバルで身勝手ゴジータブルー、ブロリーが実装しましたと。めちゃくちゃ盛り上がりましたよね。ゴジータブルー初やし、身勝手もすげえユニークゲージやみたいな、めちゃくちゃ盛り上がりましたよ。でそのフェスティバル終わりに追加されたキャラクターが赤腕ご飯なんですよ。これどういうことかっていうと、そのフェスティバル終わった後にぶっ壊れキャラクターが、やべえキャラクターが来るんじゃないかっていうお話ですよ。ダーン赤腕ご飯だって実装してもうすぐ1年でしょ。つまりで未だ現役というか、もうなんなら最前線で戦ってるキャラクターやんか、赤腕ご飯。そう考えるとマジでそのフェスティバル終わりにとんでもないキャラクターが実装する可能性っていうのがめちゃくちゃあって、それがすごく怖いよねっていう話なんですよ。で今ではさ、身勝手とかも使われへんやん、だいたい同じ時期に実装されて。でブロリーに関してもまあ別にあんまり使われてないやん。でゴジータブルーもそんなに使われてないでしょ。けど赤腕ご飯だけは未だ現役というか、もうほんまにトップ5に入るんじゃないかっていうレベルのキャラクターでしょ。なのでワンチャンフェスティバル終わった後に実装されるキャラクターが激ヤバなキャラクターっていう可能性がめちゃくちゃ高いっていうお話です。だからフェスティバルで来なかった例えば再生キャラクターであったりとか、人造人間キャラクターであったりとか、負けるね負けるね。いい人造人間キャラクターであったりとか、まあ、そっち側で来るんじゃないかなって個人的には思ってるんやけど、例えばゴジータつながりで赤腕じゃないジャネンバをさ実装したりとかさ、これから1年ぐらい役に立つようなキャラクターを実装するんじゃないかなっていう、ことをちょっと今日話したいんですよね。はい、ということで次の試合で
続きを話していきましょう。さあマッチングしました。未来パーティーですね。ほら相手のパーティー赤番号入ってるね。入ってるよ赤番。入ってる入ってる。対戦お願いします。つまりそういうことなんですよ。だからまあ今のフェスティバルキャラクターが正直その型落ちするとは思えないんですよ。ここまで強いとね。だからそのフェスティバルキャラクターが使われなくなってフェスティバル後に追加されたキャラクターがめちゃくちゃ使われるようになるっていうそういう話ではないかもしれへんねんけど、まだ分からんからね、新キャラクター何来んのか。ただ、そのフェスティバルにばっかその意思をつぎ込みすぎていいのかっていうそういうお話になってくるんですよ、正直ね。それがまあめちゃくちゃ怖いなっていう話。だから赤腕ご飯みたいにこう長く重宝する敵のコンボを阻害したりとか、めちゃくちゃ火力が出たりとか、まあそういうキャラクターがフェスティバルの後に実装する可能性があるかもねっていう話ではあるんやけど、めっちゃ怖いよね正直。だってフェスティバルの後ってさ、あんまりガシャ引かれないやん、正直なこと言っちゃうと。だってみんなフェスティバルで石を結構使ってるわけで、フェスティバルにぶっ破したから、あ、やべ、ちょっとフェスティバル後の、キャラクターは温存しようかなみたいなお話になってくるとは思うんやけど、多分そこをついてぶっ壊れキャラクター出してくると思うんだよな。ライジング呼んでいく。おっそ。運営もねガシャは引かさないといけないから。で特に告知もなかったやん赤腕ご飯って。覚えてるみんな。急に来たんすよ赤腕ご飯、ポーンって。年末年始の休み明けに告知を忘れたかのようにポーンと実装したわけですよね。しゃあ、それを考えると今回のフェスティバル後のキャラクターも正直怖いよっていうお話なんだよな。手札破棄。ゴジータだ。まあだからゴジータつながりでジャネンバが実装するっていうのもマジであるよな。びっくりマークないか。安全に立ち回ってるね。合わせてほい OK。 これは必殺アーツよ。これ繋がんのうまいわマジで。落とせ。しゃあ強い。いくで。よし、うめえ、うめえ。ミスった。いやー究極でよかった。まあだから強いキャラクターを引きたいなって考えてる人はそのしっかりと意思は計画的に使わないといけないよっていうお話になってくる可能性もあるんだよな。俺の予想はフェスティバル後にレジェンダリーフィニッシュを持ったジャネンバとかが実装してもおかしくないのかなっていう。ただまあ正直あれはなかったんですよね。そのフェスティバルとのつながりは完全になかったんで、正直その辺は分からんけど、まあまあワンチャンあるよっていう話よね。あれ回入らない。 OK。
うん、ナイス。射撃アーツ、はい、ナイス。ライジングでいっか。はい、フェスティバル後に何か実装されるかっていうのは結構楽しみになってくるよな、そう考えると。まあ個人的にはすげえ怖いけど。で、フェスティバルに慣れたユーザーが1800のガチャじゃないと満足できない体になってる可能性もあるんで通常ガチャが回されるのかっていう話にもなってくるんだよな。あざした。さあマッチングしました。合体選手パーティー対戦やっていきます。まあでもさすがにな、ゴジータとか極ベジとかホープソードを超えるようなキャラクターは出てこないとは思うんやけどな、正直。どうなんでしょうかね。ただな、身勝手とかゴジータブルーとかブロリーが実装された時もそれ言っとったんだよな。いやいや、フェスティバル超えるようなキャラクター出ないでしょって思っとったら、赤腕ご飯ポンって出たからね。マジでやばいよな。入る。やべ。ザマス。カーツ。特殊圧が怖いな、やっぱ。はい。ナイス。ミスった。よくね、もったいね。もう打つのありがたいな。ガシャの使用をどうするかなんだよな、正直。3倍はもうねないとは思うけど、通常の600排出でリミテッドガシャ実装して回されるのかって考えると結構やばいと思うんやけど、俺正直回される気がしない、個人的には。耐えるでしょう。ナイス。強いね。危なっ。ヤンチーでワーロタマジでどんな気持ちだ今。どんな気持ちだ今。同じことやり返して。まあゴジータブルーもね未だ強いとは思うんやけど、正直どうなのかね、その辺は。です。まあこれはゴジータブルー落としかな、ライジングだと思うんですけど、違うのかな。なるほど。なんでゴジータのガシャは5日に終わるんやろ。前半ガシャは18日やのに。マジでその辺が分からない。謎が残るばかりですね。帰ってくるね、コジータブル。ライジング縛りかライジング縛ってんのか、お前。はい。打ったっけ、ライジング。ちょっと覚えてないな。まあ、多分ね、フェスティバルのガシャは去年と同じ感じやったら1月の20
半ばあたりに来るんじゃないかなとは思うんですけど、通常で返して、はい、ビューンびっくりマークなしか。入る。俺は有利属性に変えて殴っていこう。いいね。よーし、外した。